プラス AI ニュースラボ。さて、今回のディープダイブなんですが、2025年11月、高石政権が打ち出した総額 21.3 兆円という、巨大な経済対策ですね。手元にある資料をもとに、この対策があなたの生活にとって短期的な鎮痛剤なのか、それとももっと根本的な処方箋なのか、その正体の迫っていきたいと思います。そもそも、なぜ今こんなに大規模な対策がというところですが、背景には直近の GDP がマイナス成長に陥ったというかなり厳しい現実があるんですよね。ではこの 21.3 兆円、早速中身を紐解いていきましょうか。この資料を読み込んでいくとですね、この対策が狙う、良い点と、それから専門家が指摘する深刻な懸念、この両方がかなりはっきりと見えてくるんです。この光と影、両面から見ることが今回のミッションの鍵になりますね。なるほど、光と影ですか。では、まずは分かりやすい光の部分から見ていきましょうか。資料の中で、やっぱり一番に目に飛び込んでくるのは、物価高対策と家計支援。例えば、電気ガス代の補助が続いたり、子供1人当たり2万円の給付金が出たり、実質賃金がずっとマイナス続きのこの状況を考えると、多くの人にとってはこれはまさに短期的な止血策に感じられるでしょうね。その手当はありがたいと感じる方は多いでしょう。ただですね、そのお金は一体どこから来るのか。そこを考えると話が少し複雑になってくるんです。お金の出所ですか。資料のこの部分ですけど、財源の多くは新たな国債の発行、つまり将来からの借金で賄われるわけです。ここに大きな副作用のリスクが少し潜んでいると。借金ですか。巨額な国債発行となると、やはり日本の財政への信頼が揺らいでしまって。そうですね。円の価値が下がる。つまり円安が進むリスクが出てくるっていう、そういうことですよね。まさにその通りです。で、ここからが非常に重要なポイントなんですけど、円安は必ずしも日本経済全体にとってプラスとは限らないということなんです。と言いますと、よく円安は輸出企業にとっては追い風だって聞きますよね。それでも資料の専門家たちはこれを悪い円安と呼んでいますが、それはどうしてなんでしょうか。いい質問ですね。確かに一部の輸出企業は潤います。でも、今の日本はエネルギーとか食料の多くを輸入に頼っているでしょう。なるほど。円安が今の1ドル155円台からさらに進めば、ガソリン代とか食料品の値段がもっと上がってしまう。つまりですね、政府が補助金で物価高を抑えようとしても、その政策自体が円安を招いて、結果的に輸入品の価格を押し上げてしまう。まるでアクセルとブレーキを同時に踏むような、そんな矛盾が生じるわけです。なるほど。せっかくの支援の効果が政策の副作用で打ち消されちゃう可能性があると、資料にある専門家が、これは一時しのぎの鎮痛剤であり、本当的な処方箋ではないとかなり厳しく指摘するのもそこが理由なんですね。ただ政府の立場からすれば、まず目の前の火事を消すのが最優先だという言い分も理解はできます。その緊急性については資料でも触れられていますが、問題はこの鎮痛剤が日本の根本的な課題、例えば企業の生産性の低さとか構造的な賃金の問題を解決しないことです。根本解決にはならない。ならないですね。むしろ市場にお金がばらまかれることで物価上昇の圧力が続いて実質賃金マイナスの状態をかえって長引かせる危険性さえ指摘されています。そしてもう一つ、資料を読んでいて一番気になったのがここなんです。政府の動きと日本銀行の動きが全く逆方向を向いているっていう指摘、これは一体どういうことでしょうか。ここがですね、今後の日本経済を占う上で最大の論点かもしれません。政府は国債を発行してお金を使って景気を温めようとアクセルを踏んでいる。一方で、日本銀行は過度なインフレと円安を抑えるためにマイナス金利を解除して金利を引き上げようとしている。つまりブレーキをかけようとしているんですよ。それって一台の車を二人が逆方向に運転しようとしているようなものじゃないですか。そんなことが現実に起こりうるんですか？まさにおっしゃる通りで、このねじれが非常に危険なんです。もし日銀が利上げに踏み切れば、国が抱える莫大な借金の利払いの負担が急増します。利払い負担ですか？資料にある試算だと、金利がわずか 1% 上がるだけで、国の利払い負担は年間で数兆円規模で増える計算になるんです。
これ、新しい社会インフラをいくつも作れるほどの金額ですよ。この自己矛盾こそが、この経済対策が抱える最大のリスクだと多くの専門家が見ているわけです。OK。今回のディープダイブをまとめてみましょうか。高井政権の 21.3 兆円の経済対策は、マイナス成長という危機に対する、緊急の止血策という側面がある。しかしその財源は将来への借金であって、輸入物価を上げる悪い円安を加速させかねない。そして何より、金利を上げたい日銀との間に深刻なねじれを生み出すリスクを抱えていると。そうですね。短期的な痛みを和らげるための鎮痛剤は時には必要かもしれません。しかしその薬が長期的に見てより深刻な副作用を生み出すとしたら、この 21.3 兆円が数年後のあまたにとって一体どんな意味を持つことになるのか、少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。